皆さんこんにちは。一般の人が部屋を貸してくれる Airbnb、通称 Airb で視聴者の皆様から一番質問が多かったのが鍵の受け渡し方法です。まずはそれを見ていきたいと思います。1番目はコードをもらって鍵が入れてある箱を開けて鍵を受け取る方法。それから2番目、外のドアもアパートもすべてコードを押すだけで鍵を使わなくていいものもあります。3番目の方法はお互いにスケジュールを合わせるのが大変なのであまりポピュラーではありません。パリのアパートの外のドアはほとんどがコードを押して入るということになります。で、Airb の一番最初なんですけれども、こんな風に郵便受けを開けると中に鍵を入れるボックスが入ってますので、そのコードをあらかじめ連絡してもらっていて、その金庫みたいなちっちゃな金庫みたいなのを開けて鍵を取り出して上に行くという感じになります。ということで鍵をもらいましたので今から行ってみたいと思います。さあ、この階段を上っていきます。で、こちら側にももう一つドアがあるんですね。ですからここでは鍵を使って開けないといけません。で、こんな階段になっております。パリのアパートはエレベーターがないことが多いので頑張ってください。さて、Airb にはいろんなタイプの部屋がありますので当たり外れが激しくなります。このアパートのように持ち主が日頃から使っているものは何でも揃っているので便利なんですけれども、持ち主が Airb 用だけに使っているアパートの場合は非常にシンプルで、台所に行ってもまな板がなかったなんてこともありました。3番目のタイプはプライバシーがないので使ったことがありません。出るときはこれを押して出ます。とじゃがじゃーん。最初の日の夜は持ち帰りの夕食を探しに外に出ました。はい、最初の夜は中華料理のお持ち帰りをしました。フランスでは中からロックするのもありますので、こんな風に鍵をつけたまんまにしておかないと、ここのドアがロックされて鍵がないと火事の時に慌てて出れなくなったりしますので、このまま鍵をつけて夜を過ごします。で、9ヶ月ぶりに久しぶりにこのアパートに戻ってきたんですけれども、で、1泊だいたい215ドルですから、日本円で行きますと3万1000円ぐらいですかね。1泊それぐらいで、今回は15泊するということになります。で、昨日到着した時はもう疲れて何にもできなかったので、今日買い出しに行きまして、どんなものを買ってきたかっていうのをお見せいたします。本当は朝一で買い物をしたかったのですが、起きるのが遅くなってしまい閉まっていましたので、近所のモノプリというスーパーで買い物をしました。フランスやイタリアでは野菜やフルーツを買うとき袋入りは問題ないのですが、単品は気をつけないといけません。じゃあ測りましょう。こうやって自分で測ってオニオンそうしないとお会計してくれないので、はい、今回はスープの材料を主に買いました。 Airbnb はこんな風に暮らしているような感じで滞在できるっていうのはいいんですけれども、その分気をつけないといけないこともたくさんあります。例えば子供連れで来るときはとってもね、
ホテルの部屋と違いまして、子供たちが走り回ったりとかして結構いいんですけれども、やっぱりお湯を沸かしてる時に子供が来て火傷をしてしまうとか、ホテル宿泊ではない心配事も出てきます。例えば自分がこういう風に料理をしていても包丁で指を切ってしまうとか、そういう可能性も出てくるわけですから、やっぱり気をつけないといけない部分もたくさんあります。パリに来るときは、パリはもう都会なので何でもあるので、何を忘れても大丈夫っていう感じがするんですけれども、一応自分が持ってきたのはこれですね。これでいつもこの緑茶を入れますので、やっぱりこれは絶対欠かせないです。で、あとやっぱ50過ぎますと理由もなく体が痒くなるということで、この孫の手はやっぱり必ず旅行に持っていきます。サンフランシスコから持ってこようと思ってたんですけれども、すっかり忘れてしまった手袋ですね。これお皿を洗う時の手袋、パリの水なんですけれども、とっても香水で手が荒れやすいので、やっぱりこの手袋がありがたいです。あとパリの水はそのまま水道水は飲めますので、もう水はお店で買う必要はないと思います。水筒だけ持ってくればもうそれで十分です。この包丁なんですけれども、やっぱり日頃使い慣れた包丁がいいかなということで、あと切れない包丁とか使うと逆に危ないので、一応これサンフランシスコから持ってきました。で、若い頃は何食べてもいいんですけれども、もう自分みたいに50過ぎると毎日フランス料理をレストランで食べるっていうことなんてできないわけなんですね。ですから Airbnb にいつも泊まってこういう風に料理をすると、自分たちの好みに合った、あと健康状態に合った料理をするっていうことなんですけれども、皆さんパリのアパートで料理ができるからすごいおしゃれなんて思うかもしれないんですけれども、その分買い物をする時間とか料理を作る時間、それから後片付けのお皿を洗ったりとか、そういう時間も必要になってきますので、初めてパリに来られる方は Airbnb は避けた方がいいかもしれません。お金の無駄になっちゃいます。それよりもホテルに泊まってレストランに行って時間を節約してあちこちたくさんの場所を見ると。で、自分がスープを作る理由なんですけれども、スープは作り置きができるんですね。これでだいたい2人で3食分ぐらいになると思いますので、いちいち毎回食事を作る暇が省けるということですね。ですから時間の節約にもなるので、いつもスープをまず来た時は作っておくということになります。なんか日本の菜箸があったらいいなと思うんですけどね。すっごい2階で子供たちが飛び回ってるんですけれども、やっぱりこういうアパートだと騒音が大変かもしれません。こちらは紙類ですね。で、この穴が開いてるのが瓶などを入れるリサイクルの部分になります。そんでもってこちら生ゴミですね。生ゴミなど、なんか10日以上パンを食べ続けていたら体が痒くなってきましたので、さすがに今日はご飯を炊きました。こちらタイのお米です。隣は今日はチキンスープでございます。で、たまたまここの Airbnb には洗濯機と乾燥機があるんですけれども、洗濯機はあっても乾燥機がないフランス人の家庭って結構多いので、こういう風にですね、
乾燥ラックがよく置いてあります。ですからこれで乾燥させるっていうことですね。洗濯干してます。なんかシャワーカーテンなんですけれども、こんな風にカビがひどかったので洗濯機で洗ってみましたけれども、残念ながら取れませんでした。しょうがないですね。Airbnb を借りるときは料理を作るっていうのが基本なんですけれども、どうしても疲れていて料理ができないという時にはちょっと手を抜いてしまいますけれども、今日買ってきましたのはサラダで、また鶏肉のスープを作んなきゃいけないのでチキンですね。で、朝のオムレツによく入れるマッシュルームで、アジア食材のお店を近所で見つけましたので、今日は手を抜いてカレーにします。で、納豆も買ってきました。で、野菜ジュースですね。で、あとは非常に体に悪いんですけれども、私が好きなチョコレートワッフルです。それからオムレツ用の卵6個入りということになります。今皿も洗い終わりました。で、同時に洗濯もしてまして、で、あと明日のチキンスープも作っておりますので、ちょっとカレーを食べた割には忙しい夕方でした。ちょっとね、疲れてしまいました今日は。さすがにゆっくり休みたいと思います。出ていく時も来た時と同じように片付けました。はい、皆さん今回の動画いかがでしたでしょうか。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークを押してチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。